今日はブルーベリーヨーグルト蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はブルーベリーヨーグルト蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ブルーベリーがたっぷり入って酸味の効いたふわふわで美味しい蒸しパンを作っていきたいと思います。今回ね、生地の中にヨーグルトを加えていくんですけれども、ヨーグルトをね少し加えていただくことでとてもしっとりとした食感に仕上げることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、無糖ヨーグルト、ブルーベリー、お砂糖、サラダ油。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まずですね、今回ね、蒸しパンの中にヨーグルトを加えていきます。ヨーグルトを加えるとしっとりとした食感になります。さらにですね、ヨーグルトの酸味も加わって美味しい仕上がりになります。そして今回ですね、ブルーベリー蒸しパンということで、生のブルーベリーを使っていきます。こちらはですね、冷凍のブルーベリーを使っていただいても OK です。冷凍のブルーベリーを使うとですね、生地の方も少しね、紫色になるので、生地を白っぽくしたい場合は生のブルーベリーがおすすめです。そして今回はですね、8号サイズの紙カップを使っていきます。このカップですが、100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。こちら両面シリコン樹脂コートされているので、蒸しパンをね、綺麗に剥くことができます。ただこの紙カップだけだと生地を入れたら広がってしまいますので、必ず同じぐらいの大きさの容器にこのようにはめ込んで使ってください。今回私が使ってるのが8号サイズのシリコンカップになります。こちらも100円ショップに売ってますので、ぜひチェックしてみてください。こちらの容器はですね、生地を作る前に必ず準備しておきましょう。ということで早速作っていきます。それでは生地を作っていきます。まずはじめにヨーグルトを加えます。この時にね、少し水分が出てたらこちらは取り除いてください。そしてボウルに入れてください。ヨーグルトを加えたらお砂糖を入れます。そしてまずこの2つをよく混ぜてください。はい、 OK です。それでは続いてここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。材料はね、加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地にムラがなくなって、さらに生地の馴染みも良くなります。はい、 OK です。それでは続いてここにサラダ油です。そしてよく混ぜましょう。今回はね、普通にサラダ油を使ってますが、米油などを使っていただいても OK です。そしてよく混ざったらここにホットケーキミックスを加えます。こちらね、振るわずに入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。はい、このようにダマができないようにしっかりと混ぜてください。そうしましたらこちらのブルーベリーを3分の2だけ加えていきます。このブルーベリーはきちんと水洗いして水分をしっかりと拭き取ってください。この中に入れましょう。そして混ぜます。はい、 OK です。このように混ぜてください。はい、それでは容器の中に入れていきます。スプーンですくって入れていきます。はい、だいたい肩の8分目から9分目ぐらいまで入れてください。ではね、残りも同じように入れていきます。はい、このように型に入れました。今回は8号サイズのカップで6個分になります。それでは最後に残しておいたブルーベリーをトッピングしていきます。はい、こんな感じでトッピングしました。それでは今からこちらをフライパンで蒸していきます。はい、それではフライパンを用意してください。そしてここにフライパンの底からだいたい1センチほどの水を注ぎ入れます。そして火にかけます。そしてこのまま一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火を止めます。この時に蒸気が上に上がってくるので、やけどしないようにだけ注意してください。そしたらですね、こちらの容器を並べます。この時もやけどには注意してください。はい、 OK です。そしたら蓋をしてください。もう一度火にかけます。火加減は中火です。このまま10分蒸していきます。途中でね、もしお湯がなくなった場合はお水を追加して加えて蒸し続けてください。空炊きにならないようにだけ注意しましょう。火加減はこのぐらいの中火です。はい、10
10分経ちました。火を止めます。そして蓋を開けます。はい、加熱するとね、このようにブルーベリーの色も出て美味しそうに仕上がります。蒸し上がったらですね、一度ね、竹串で真ん中を刺します。そしてこのように生の生地がついてこなければ OK です。この時に生の生地がついてくる場合は追加で加熱してください。型を取り出します。やけどしないように取り出してください。はい、それではですね、型から取り出したいと思います。はい、 OK です。今ね、このようにちょっと熱々の状態なので少し粗熱を取りたいと思います。はい、これでブルーベリー蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、加熱するとブルーベリーの綺麗な紫色が出てきます。蒸しパン自体はとてもしっとりな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。このブルーベリーの酸味がすごく効いてますね。そして噛めば噛むほどヨーグルトの風味が口の中に広がってすごく美味しいです。あとヨーグルトも入れてるのですごくしっとりしてます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のブルーベリーヨーグルト蒸しパンのポイントです。まずブルーベリーなんですが、今回はフレッシュのブルーベリーを使ってます。こちらはですね、お好みで冷凍のブルーベリーを使っていただいても OK です。冷凍のブルーベリーを使う場合は自然解凍してから使うようにしてください。レンジで加熱して解凍させると結構水分が出てしまいますので、必ず冷凍の場合は自然解凍するようにしてください。そして今回ですね、生地の中にヨーグルトを加えてます。このヨーグルトを加えていただくことでとてもしっとりでふわふわな仕上がりになります。さらにヨーグルトの風味も加わって味わいのアクセントになります。そして生地を作る時のポイントなんですが、材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地のムラがなくなってさらに生地の馴染みも良くなります。そして全部生地を混ぜ終わったらブルーベリーを3分の2ぐらい加えてください。そして残りの3分の1はトッピングに使っていただけたらと思います。そして蒸す時なんですけれども、途中でお湯がなくなりそうになったらお水を追加してください。そしてそのまま蒸し続けてください。この時ね、絶対空だけにならないようにだけ注意していただけたらと思います。あとはですね、蒸し上がったら竹串を刺してきちんと中まで蒸されているかチェックしていただけたらと思います。この時にまだ半生の場合はだいたい2分ほど追加して蒸してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はブルーベリーヨーグルト蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。